この動画では動画編集ソフトDaVinci Resolveで初めて動画編集をしてみたいと考えている方々のために基本的な内容に沿って解説するよう心がけております。長編動画となりますので、お時間のない方は再生速度を上げてのご視聴をお勧めいたします。またチャプターも設定してあります。ご自身で知っている項目は飛ばしながらご視聴ください。それでは始めていきます。動画編集をするには映像、画像、音楽などの各素材をフォルダごとに整理することが重要です。最初に素材をカテゴリー別に分けておくことで、後々編集作業をスムーズに行うことができるようになります。今回はデスクトップにフォルダ名テストプロジェクトで作成します。中身はビデオ、ミュージック、アザー、タイムラインで分けてあります。この整理方法は自由です。ご自身が分かりやすいように整理してください。今回はこのビデオフォルダに映像素材を2つ、アザーフォルダに静止画像を2つ、ミュージックフォルダに BGM を1つ入れておきます。では次にキャッシュなど動画作業中に生成されるメディアの保存先のフォルダを作成します。キャッシュとはエフェクトなどをかけ重たい処理となったクリップの再生速度をスムーズにするため、一時的な動画ファイルとして保存したデータのことを言います。その生成されるデータの保存先のフォルダをここであらかじめ作成しておきます。作成場所は Mac なら Movie の中、Windows なら Explorer のビデオの中に作成するのがおすすめです。Mac の Movie、Windows のビデオフォルダはどちらも OS が標準で用意している動画ファイルを保存するための専用フォルダです。私はフォルダ名 DaVinci Resolve 20ですでに作成してあります。ダヴィンチで動画編集を行うには毎回プロジェクトライブラリーという大きな箱の中にプロジェクトを作成し、その作成したプロジェクトの中にタイムラインを作る必要があります。それではダヴィンチを立ち上げます。このような画面が表示されました。表示されてない方は右下の家みたいなアイコンをクリックします。初めてダヴィンチを触る方はここは何も表示がされていないと思います。この表示されているサムネイルがプロジェクトとなります。私は今作成中のプロジェクトは3つあるのでサムネイルが表示されている状態です。プロジェクトライブラリーですが、ここのアイコンを押すと展開されます。ローカルデータベースがあります。これがプロジェクトライブラリーになります。次にこのプロジェクトライブラリーの中にプロジェクトを作成します。作成の仕方は右下の新規プロジェクトアイコンから名前を付け作成。プロジェクトの何もないところで右クリックから新規プロジェクトでも作成することができます。今回はプロジェクト名テストプロジェクトで作成します。タイムラインの作成ですが、今作成したプロジェクトの中にタイムラインを作成します。先ほど作成したテストプロジェクトのサムネイルを右クリック、開くを選択してプロジェクトの中に移動します。下にある3つ目、左から3つ目のアイコンを選択してエディットページに移動します。上のファイルの新規タイムラインから作成、またはメディアプールで右クリック、タイムラインからでも同様に作成することができます。このタイムラインを作成することにより、タイムラインに映像、画像、音楽などの素材を並べて、初めて編集作業を行うことができるようになります。タイムラインの作成方法は別の動画で紹介しますので、このタイムラインは一旦削除しておきます。プロジェクトライブラリー、プロジェクト、タイムラインの関係を求めると、プロジェクトライブラリーはいわば家みたいなもの、プロジェクトはいわば家の中に作った部屋みたいなもの、
タイムラインはいわば部屋の中に設置した作業机と考えていただければ、なんとなくイメージがしやすいかと思います。次にプロジェクトに関わる設定を行います。先ほど作成したテストプロジェクト名のサムネイルを右クリック、開くを選択してプロジェクトの中に移動します。このプロジェクト設定は、このプロジェクト単体の設定となります。つまり、異なるプロジェクトを作成するたびに毎回設定が必要になります。右下にあるこのアイコンをクリックしてプロジェクト設定の画面に移動します。最初にこのタイムライン解像度ですが、解像度は映像の細かさを表す指標です。数値が大きいほど映像が鮮明になります。YouTube は1920、1080のフル HD、もしくは3840、2160の 4K が一般的です。この設定は編集する素材の解像度に依存します。基本編集する素材の解像度と同等で設定することをお勧めいたします。例えば編集する素材の解像度がフル HD の場合は、タイムライン解像度も同じフル HD で設定。また編集する素材の解像度が 4K の場合は、タイムライン解像度も同じ 4K で設定するのが基本です。編集する素材の解像度と同等で設定すると説明しましたが、同等以下で設定するのも有効です。例えば編集する素材の解像度が 4K の場合、タイムライン解像度をフル HD にすると、編集する素材は常に 4K の解像を保持しております。4K の大きな枠の素材がフル HD の小さな枠に収まるよう 50% 縮小されて表示されます。映像がぼやけて表示されることはありません。この場合、素材を拡大表示しても画質が落ちにくいという利点もあります。ダメな例としては、編集する素材の解像度がフル HD で、タイムライン解像度を 4K に設定した場合、この場合編集する素材の解像度が 4K になるものではありません。これは 4K の大きな枠の中にフル HD の小さな枠の素材を引き伸ばして配置されます。よって少しぼやけた印象の映像になってしまいます。したがってこのタイムライン解像度の設定は、これから編集する素材の解像度と同等か同等以下で設定することをお勧めします。今回編集する素材の解像度は 4K なので、タイムライン解像度も同じ 4K を選択します。次にタイムラインフレームレートになります。フレームレートとは1秒間に表示される静止画の枚数のことで、静止画をパラパラ漫画のように見せることで映像を作り出しております。例えば、フレームレートが24だと1秒間に24枚の静止画を見せており、フレームレートが30だと1秒間に30枚の静止画を見せることになります。フレームレートの数が大きいほど滑らかな映像となりますが、データ容量も大きくなるのが特徴です。フレームレートはテレビが30、映画は24が一般的に使われます。YouTube の場合は24、30、60あたりが一般的です。このフレームレートの設定は基本、編集する素材のフレームレートと同等で設定することをお勧めします。例えば、編集する素材のフレームレートが24の場合、タイムラインのフレームレートも24に設定。編集する素材のフレームレートが30の場合、タイムラインフレームレートも30に設定します。次に編集する素材のフレームレートとタイムラインフレームレートを合わせない例について説明します。例えば編集する素材のフレームレートが24、タイムラインフレームレートを30にすると1秒間に6フレーム足りなくなります。ダヴィンチは足りない6フレームを特定のフレームを重複させ30コマを埋めます。よって全くダメというわけではないんですが、わずかにカクつきのある映像となってしまいます。逆に編集する素材のフレームレートが30、タイムラインフレームレートを24にすると1秒間に6フレーム多くなります。この場合ダヴィンチは映像の再生時間を変えず1秒間に6フレームを間引いて再生します。よってこれも全くダメというわけではないんですが、わずかにカクつきのある映像となってしまいます。
基本タイムラインフレームレートは読み込む素材、撮影した素材のフレームレートと同等で設定することをお勧めします。今、タイムラインフレームレートは編集する素材のフレームレートと同等で設定すると言いましたが、フレームレートを合わせず設定する場合もあります。それはスローモーション映像を作る場合になります。例えば、素材のフレームレートが60、静止画像の多い素材で、タイムラインフレームレートを仮に30に設定します。ダヴィンチは映像の再生時間を変えず、1秒間で半分の30フレームを間引いて再生します。ここで再生速度を 50% に落としますと、間引かれた30フレームが復活し、1秒間に30フレームで再生されるため、滑らかなスローモーション映像を作ることができます。ダメなケースとしては、素材のフレームレートが30、タイムラインフレームレートも30に設定した場合、再生速度を 50% に落とすと1秒間を構成するのに必要なフレームが倍になります。しかし元の素材には30枚しか静止画がないため、ダヴィンチは1枚の静止画像を2回ずつ表示することで時間を引き延ばします。実質1秒間に15枚の静止画しか映されないので、不自然なカクつきのある映像になってしまいます。ただしダヴィンチには足りないフレームを生成する AI 機能が存在します。今後作成する動画で解説しますので、今回は割愛させていただきます。今回のプロジェクトはスローモーション映像の作成は考慮せず、素材のフレームレートが24なのでタイムラインフレームレートを24に設定します。プロジェクト設定のタイムライン解像度、タイムラインフレームレートの説明をしましたが、タイムライン解像度は編集途中いつでも変更が可能です。例えば 4K の素材でタイムライン解像度も 4K に設定した場合、編集途中映像がカクつくような時は、このプロジェクト設定の解像度をフル HD にあえて落とすことでカクつきを解消することができます。最終的に編集が完了し、動画を書き出す直前でプロジェクト設定の解像度を元の 4K に戻せば、4K のクオリティで書き出すことが可能です。タイムライン解像度はいつでも変更可能ですが、タイムラインフレームレートは一度設定すると変更はできなくなります。最初から最終的に書き出すフレームレートを設定するのが基本です。しかし、編集の途中でタイムラインフレームレートを変更する方法もあります。変更方法はまた別の動画で解説したいと思います。次は最適化メディア&レンダーキャッシュの設定になります。一番上のプロキシメディアの解像度ですが、まずプロキシメディアとは、編集する素材の解像度が高く、うまく再生ができないような場合、代わりに作成する軽い素材のことを言います。このプロキシメディアを作成することで、低スペックのパソコンでもサクサク編集することが可能になります。ここではその作成するプロキシメディアの解像度の設定となります。ここは自動選択を選択します。この自動を選択すると、仮にタイムライン解像度フル HD の場合、フル HD の素材をプロキシに変換すると、タイムライン解像度と同じフル HD の軽いプロキシメディアになります。解像度は変わりませんが、軽いプロキシメディアに変換されます。同じくタイムライン解像度フル HD の場合、4K の大きな素材をプロキシに変換すると、タイムライン解像度と同じフル HD の軽いプロキシメディアになります。解像度がタイムライン解像度に合わせられます。自動選択がおすすめですが、パソコンのスペックに左右されるので、自動選択でプロキシに変換してもタイムラインのプレビューがカクつくような場合は、2分の1、4分の1を選択してください。次にプロキシメディアのフォーマットになります。ここはデータ容量の軽いフォーマットを選択します。Mac の場合は ProRes422LT、Windows の場合は DNxHRSQ がおすすめです。このフォーマットを選択しても映像が荒く編集作業ができないなどと感じたことはありません。プロキシメディアの作成方法はまた別の動画で紹介いたします。次に最適化メディアの解像度になります。最適化メディアとは、上のプロキシと同様、編集する素材の解像度が高く、うまく再生ができない場合、代わりに作成する軽い素材のことを言います。最適化メディアはプロキシメディアができる前の旧式のバージョンみたいなもので、現状は後継であるプロキシメディアを推奨しております。
実際プロキシメディアがある現在、最適化メディアを使うことはないのですが、とりあえずプロキシメディアと同じ設定をしておきます。最適化メディアの解像度は自動を選択。最適化メディアのフォーマットは Mac の場合は ProRes422LT、Windows の場合は DNxHRSQ です。レンダーキャッシュのフォーマットになりますが、ここも同様にデータ容量の軽い、Mac の場合は ProRes422LT、Windows の場合は DNxHRSQ を選択します。次にユーザーモードでトランジションを自動キャッシュ、ユーザーモードで合成を自動キャッシュ、ユーザーモードでフュージョンエフェクトを自動キャッシュになります。ここで言うユーザーモードとは、一度このプロジェクト設定を閉じまして、上の再生からレンダーキャッシュを選択しますと、なしスマートユーザーの3択があります。一番下のユーザーを選択した場合のことを言っております。それぞれの設定の意味ですが、なしはキャッシュを作らない設定になります。スマートはダヴィンチが自動で何もかも必要な箇所のキャッシュを作成する設定になり、ユーザーは手動でキャッシュを作成する設定になります。つまりこのユーザーは自分で必要な箇所は都度キャッシュを作成する設定となります。ここではユーザーを選択します。一見スマートが良さそうに思えますが、デフォルトのフュージョンタイトルやフュージョンエフェクトを適用しただけで、ダヴィンチは常にキャッシュを自動で作成します。重たくないクリップでも常にキャッシュを自動で作成するので、ちょっとうるさく感じます。よって都度手動でキャッシュを作成するユーザーをお勧めします。それではプロジェクト設定画面に戻ります。今、キャッシュの設定をユーザーにしましたが、ここではそのことをユーザーモードと言っております。必要な箇所は自分で都度キャッシュを作成する設定を選択した場合でも、トランジション、合成、フュージョン、この3つのうちチェックを入れた項目は、ダヴィンチが自動でキャッシュを作成するという設定になります。トランジションのみチェックするとダヴィンチがトランジションのみ自動でキャッシュを作成します。トランジション、合成、フュージョン、すべてにチェックすると、すべて自動でキャッシュを作成します。おすすめはトランジションのみチェックし、合成やフュージョンテキスト、フュージョンエフェクトを適用し、重たいクリップは都度キャッシュを作成する設定にします。次は作業フォルダーになります。これは動画編集中に生成されるメディアの保存先を選択するものです。生成されるメディアは、プロジェクトメディア、プロキシメディア、キャッシュ、ギャラリースチルの4つです。この動画の最初にキャッシュなど編集中に生成されるメディアの保存先としてフォルダを作成しましたが、ここで各ブラウズボタンからそのフォルダを選択します。私はムービーの中に作成したダヴィンチリゾルブ20のフォルダを設定してあります。今回このプロジェクト設定の解説の冒頭に、プロジェクト設定はプロジェクトを作成するために毎回設定が必要になりますと説明しましたが、毎回この設定を見直す、作り直すのはとても面倒です。そこで今回作成したプロジェクト設定を保存する方法を解説します。右上の点々点から現在の設定をデフォルトプリセットに設定から保存すると、以降ダヴィンチを立ち上げると、今保存した設定がデフォルトで表示されるようになります。デフォルトプリセットがすでにあり、違うバージョンの設定も保存するような場合は、現在の設定をプリセットとして保存を選択します。今後ダヴィンチを立ち上げると、設定したデフォルトプリセットが最初に表示されます。またプリセットで保存した設定もこの箇所から選択できるようになります。プロジェクト設定の説明は以上となります。次は環境設定について解説させていただきます。次は環境設定です。先ほどのプロジェクト設定はこれから作成するプロジェクトのみに対する設定でしたが、これから設定する環境設定はすべてのプロジェクトで共通する設定になります。左上のダヴィンチリゾルブから環境設定をクリック。大分類としてシステムユーザーがあります。ここではシステムのメディアストレージを選択します。この一番上に表示されているマウントがメディアページのメディアストレージで表示されます。
一度環境設定を閉じまして、下にある一番左のアイコンをクリックしてメディアページに移動します。このページはご自身の PC から編集する素材を取り込むページになり、ここに表示されているのがご自身の PCOS の中身となります。新たなマウント、デスクトップや SSD などを追加したい場合は、右クリックから追加が可能です。環境設定のメディアストレージに戻り、下の方にこの一番上に表示されているマウントがギャラリースチルやキャッシュスチルの保存先に使用されると記載されております。この設定は先ほどのプロジェクト設定の作業フォルダーで、キャッシュなど編集作業中に生成されるメディアの保存先として作成したフォルダーを設定しましたが、環境設定でも設定する必要があります。別のフォルダを作り、そのフォルダを設定することもできますが、後々管理が面倒なので、同じフォルダを設定することをお勧めします。私はプロジェクト設定の作業フォルダと同じフォルダ、Movie に作成したダヴィンチリゾルブ20のフォルダを設定してあります。また、デスクトップから素材を読み込むこともあるので、この追加アイコンからデスクトップのマウントも追加してあります。次はユーザーのキャッシュの管理になります。動画編集をしていると知らないうちにキャッシュが溜まり、パソコンのストレージを圧迫します。その溜まったキャッシュをダヴィンチが自動で削除する機能です。次の期間より古いキャッシュファイルを削除にチェックします。私はデフォルトの30日で設定しています。日数はご自身の環境で設定してください。実際手動でキャッシュを削除するには上の再生からレンダーキャッシュの管理を選択します。キャッシュを削除したいプロジェクトにチェックし、下のキャッシュを消去のアイコンをクリックすれば削除することができます。念のため環境設定のキャッシュの管理も設定しておくのが有効と考えられます。次はプロジェクトの保存&ロードになります。ライブ保存、プロジェクトバックアップ、タイムラインバックアップと3つあります。それぞれの意味ですが、ライブ保存は編集のワンアクションごとに上書き保存する機能です。上書き保存なので最新の状態で復元できますが、過去に遡ることはできません。タイムラインバックアップはタイムライン単位でバックアップするものです。プロジェクトバックアップは一番大きな括りでバックアップしている機能です。下に書かれてある設定した頻度でバックアップされます。よって過去に遡って復元することが可能となります。ここでの設定はすべてチェックすることをお勧めします。バックアップの頻度はご自身の環境で設定してください。下のバックアップの保存場所ですが、キャッシュなどと同様、バックアップデータが生成されるので、保存場所を指定する必要があります。システムのメディアストレージでキャッシュなど編集作業中に生成されるメディアの保存先としてフォルダを設定しましたが、後々管理が面倒なので同じフォルダを設定することをお勧めします。私は Movie の中に作成したダヴィンチリゾルブ20のフォルダを設定してあります。バックアップの復元方法はまた別の動画で解説したいと思います。環境設定の説明は以上となります。これでプロジェクトライブラリー、プロジェクトタイムラインについて、またプロジェクト作成に関わるプロジェクト設定、環境設定の解説は終了です。次回は実際に素材をプロジェクトに読み込み、タイムラインを作成して編集用の素材を並べるまでの工程を解説する予定です。長時間のご視聴ありがとうございました。